今回はリアルグレード MS06S ザク2初音ミクバージョンを作ってみたいと思います。箱には初音ミクのイラストが描かれています。箱のサイドも見てみます。サイドは全体的に紫色になっています。それでは蓋を開けて中のパーツを確認してみます。この段階で通常のザクとは色合いがかなり違うのがわかります。4袋と一番下に取扱説明書が入っています。初音ミクバージョンで変更のある場所はこの1枚に書かれています。基本的な説明書はシャア専用ザクです。02番と書かれているのでかなり古いキットなのがわかります。説明書はかなりしっかりした作りになっています。4袋9パーツなので積んでみてもあまり高くはならないです。それでは中のパーツを確認していきます。まずは A パーツです。多色成形のパーツで黒やシルバーなどの外装パーツがあります。クリアパーツとシャアのフィギュアもあります。B パーツはアドバンスド MS ジョイントです。2と書かれているのでかなり初期のものになります。C パーツはシルバーの外装パーツです。腕や足などのパーツがあります。D パーツはグレーで頭部などのパーツがあります。ABS 樹脂でできています。E パーツはシルバーで内部フレームや武器などのパーツがあります。マシンガンやバズーカのパーツです。F1 はシルバーで外装パーツなどになります。大量のパイプのパーツもあります。ショルダースパイクアーマーや頭部のパーツもあります。G1 は黒色で外装パーツになります。G2 も G1 とほとんど同じようなパーツです。H パーツはこのキットで特徴的な色のパーツになります。外装パーツや武器のパーツになります。スプリングが2本とリアリスティックデカールです。デカールはかなり特徴的なものになります。拡大してみます。色合いがかなり特徴的です。組み立てが終了してリアリスティックデカールを貼った状態です。形はシャア専用ザク2ですが、成型色が全く違うのでかなり違うものに見えます。アンダーゲートになっていないのでシルバーの成型色の部分は切り口が黒くなります。可動域を見てみます。頭部は上下に少しだけ動きます。左右はモノアイとの連動ギミックがあるので動く範囲が決まっています。反対側も同じぐらいまでしか動かないです。このギミックは MG のバージョン 2.0 から来てる感じがします。ランドセルのスラスターは上下に少しだけ動きます。腕は付け根の部分がかなり手前側に動きます。一周回すこともできます。ショルダースパイクアーマーは外側に動かして回転させることができます。さすがに一周回すことはできないですが90度ぐらいまでは回ります。この部分は一周回すことができます。肘はショルダースパイクアーマーに干渉するまで曲がります。ハンドパーツはボールジョイントなので結構自在に動きます。シールドは外側に展開でき前後に90度ぐらいまで回転させることができます。コックピットハッチの開閉ギミックです。この部分を上側にスライドさせれば開けることができます。光を当てるとコックピット内を見ることができます。閉じる場合には下側にスライドさせます。腰の部分は前後と左右に少しだけ動きます。結構干渉しますが横を向けるぐらいまでは回転します。フロントアーマーはかなり上まで動きますが簡単に外れます。サイドアーマーは外側に45度ぐらい動き前後にも少しだけ動きます。リアアーマーも少しだけ動きます。足は手前側にはかなり動きますがあまり動かすとフロントアーマーと足が外れます。フロントアーマーがない状態だともっと動きます。外側はサイドアーマーに干渉するまで動きます。後ろ側もリアアーマーに干渉するまで動きます。膝の部分はかなり曲がり連動ギミックがあります。太ももの外装パーツなどがスライドするようになっています。つま先の部分が2箇所曲がります。足首は後ろ側よりも手前側の方が動きます。内側と外側にも少しだけ動きます。少しだけ回転させることもできます。
武器の持たせ方とマウント方法です。稼働するハンドパーツがついているので、まずはそれを見てみます。親指と人差し指は独立していて、第二関節から曲がります。その他の3本の指は一体になっていて、第二関節から曲がります。指の付け根の部分がボールジョイントですが、簡単に外れます。まずはヒートフォークです。グリップ部分の突起部分をハンドパーツの穴に差し込みます。指を閉じれば持たせた状態の完成です。腕についてあるハンドパーツを外し、先ほどのハンドパーツに差し替えます。振ってみても動かないので保持力はあります。マウントする場合にはグリップ部分にジョイントパーツをはめます。サイドアーマーの穴に突起部分を差し込みます。もう一つはリアアーマーの穴に差し込みます。ザクマシンガンです。センサー部分が90度ぐらい左右に動きます。手前側のグリップ部分も左右にかなり動きます。マガジンは取り外しが可能です。取り付ける場合には突起部分を穴に差し込みます。手に持たせる場合にはこの部分を引き出します。突起部分をハンドパーツの穴に差し込んで指を閉じます。振ってみても動かないので保持力はあります。マガジンはサイドアーマーの穴とリアアーマーの穴にマウントすることができます。ザクバズーカです。手前のグリップ部分はかなり動きます。スコープ部分も左右に動きます。手に持たせる場合にはグリップ部分から突起部分を引き出します。持たせ方は他の武器と同じで、ハンドパーツの穴に突起部分を差し込みます。指を閉じれば持たせた状態の完成です。振ってみても落ちないので保持力はあります。リアアーマーにマウントします。スコープ部分とグリップ部分を畳みます。リアアーマーのこの部分を展開します。展開した部分に突起状の部分があるので、バズーカのへこんだ部分をはめます。少し上に押してやって調整します。振ってみても外れないので保持力はあります。アクションベースを取り付けるためのジョイントパーツの取り付けです。初音ミクには関係ないですが、144分の1のシャア・アズナブルのフィギュアが付属してあります。このキットの感想です。基本的には色合いが違うだけでシャア専用ザク2です。リアルグレード初期のキットなのでアドバンスド MS ジョイントが対応してあります。外れやすい部分としてはフロントアーマーと大きく動かした時に足の付け根の部分が抜けやすいです。一番気になったのは指が稼働するハンドパーツです。指の付け根の部分がボールジョイントなのでこの部分が簡単に抜けます。武器を持たせたりする時に簡単に外れるので少しストレスが溜まります。リアリスティックデカールのシルバーの部分は塗った方が簡単かもしれないです。足や腕などの可動域は連動して動く部分などもありかなり優秀です。初めてリアルグレードのザク2を作りましたが、パーツ数も少なくて結構簡単にできました。ガンダムと初音ミクのコラボで、ガンダムとしては珍しい色合いなので結構新鮮です。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。